も妖術大好き VTuber 坂柳森下推しの桃柳桃です。この動画は妖術最新 12.5 巻までのネタバレを含みますので、未読の方はブラウザバックをお願いいたします。ちなみに0巻の内容にも触れていきますのでお気をつけください。12.5 巻、控えめに言っても噛みすぎましたね。正直、表紙から神になることはもう約束されていたようなものだったのですが、前回の12巻の重たい空気を森下や真島先生が笑いの力で吹き飛ばしつつも、軽井沢との別れのシーンなどでがっつり心を削ってくる衣笠先生は清高ぐらい鬼畜でしたね。今回は 12.5 巻の内容を時系列順に並び替えた上で解説や感想を述べていく動画になります。時系列順に並べて解説していく理由ですが、12.5 巻の構成の都合上、目次に沿う形式ですと時系列がバラバラになってしまうため、整理するという意味合いで今回は時系列順に並び替えています。また、11月25日に実施した感想配信にて、非常に多くコメントをいただいた、これら3つのトピックについても、自分なりの考えを述べていきますので、ぜひ最後までご覧ください。タイムスタンプも設置しておきますので、時間がないよという方はぜひ気になるトピックだけでも見ていってください。このチャンネルでは主にようこそ実力至上主義の教室 A に関する考察や感想動画を取り扱っております。不定期で妖術雑談配信なども行っておりますので、妖術が好きな方はぜひチャンネル登録をして配信の方も遊びに来てくださいね。というわけで早速振り返っていきたいと思います。まずは3月14日、学年末試験の後からですね。3月14日、舞台の裏側ということで、実は学年末試験を木島総理が直々に見に来ていたというものでした。これはかなり衝撃的でしたね。12巻の245ページにて、本当にいいのか？このままだとクラスメイトが退学するのを分かっているのか？そもそも今回の特別試験はそうならないように急遽、本来口を挟むことが許されないはずの試験官が何かを話しかけて自制する。試験官は設置されていたカメラに一度目をやり、比例を浴びるように一度頭を下げるという描写があったのですが、これは試験を見ていた木島総理や坂柳理事長へ頭を下げていたということでしょう。ここで個人的にかなり大切だなと思った木島総理と坂柳理事長のやりとりが、退学者が出たことは残念ですが、今回のルールをどう利用するのも自由という考えは尊重されてしかるべきものです。そうおっしゃっていただきますと、当校としても助かります。小木曽先生からも退学のリスクを恐れず運営するよう強く要望を受けておりの部分ですね。退学のリスクを恐れない運営を望まれているのであれば、試験官の言っていた退学者が出にくいようにルールが変更されたかのような発言には矛盾が生じます。木島総理が見に来るから退学者が出ないように調整された？おそらく違うでしょう。私はこの状況下で綾小路清隆はどのようにルールを生かし退学者を出すのかということをこの学年末試験を通して実力を試されていたのではないかと考えています。この考えに至った理由ですが、三者面談の日の木島と厚臣の会話の中でご子息がこの学校にいらっしゃるようですが、名前は確か清隆くんでしたかと木島が清隆の名前を把握している描写があり、坂柳理事長も名前を把握していることに少し驚いていました。おそらく試験で印象に残っていたから覚えたのではなく、そもそも清隆を見に来ていたためと考えています。学年末試験を見て、今すぐにでもあなたより優秀な政治家になれそうと清隆を評価しつつ、厚臣のことをけなす描写がありましたが、木島総理は清隆を自民党に引き入れて勢力を拡大させようとしているのではないでしょうか。それに相応しい人材なのかを総理直々に偵察しに来たのではないかと感じました。清隆の存在をどのタイミングで知ったのかはまだ謎ですが、私は七瀬翼が本当は木島サイドの人間で、清隆のことを逐一報告する役割を持つ生徒であると考えています。月城もやっていた二重スパイのようなものですね。
後日、木島総理と七瀬翼についての考察動画を作成しますので、お待ちいただけますと幸いです。とにかく今後の展開を予想していく上で、とても重要な出来事でしたね。物語が終わりに向かい始めているのを感じますね。3月14日、それぞれの答え合わせ。学期末試験後の堀北クラスと一ノ瀬クラスのやりとりが描かれました。堀北クラスはなぜ前園が退学したのかについて、清隆が見事な説明テクニックで切り抜けましたね。堀北、松下、櫛田のフォローも完璧でした。堀北が相手をした一ノ瀬はとんでもなく強かったこと、前園が裏切り行為をしていたこと、桜の退学は櫛田がきっかけであることを提示し、清隆へのヘイトは思っていたよりも集まらず解散となりました。ただ、この出来事がきっかけなのかはわかりませんが、平田くんは清隆くん呼びから綾小路くん呼びに戻ってしまいました。平田ルートは終わったと言っていいでしょう。また、当たり前ですが、一ノ瀬クラスはかなりおつやでしたね。柴田の空気の読めない、まだまだこれからだってが炸裂しましたが、星宮先生にガン詰めされてて、かわいそうだけど笑ってしまいましたね。絶望の淵に立ってしまった一ノ瀬クラスですが、まさかあんな展開が待っているとは。3月19日、また今度、学年末試験で戦い合った龍炎と坂柳のやりとりが描かれました。この勝負は龍炎の勝利で終わったわけですが、龍炎本人はこの結果に納得していません。なぜなら 99% 敗北が確定していた状況が綾小路の伝言によってひっくり返されたからです。この伝言の真意は、綾小路清隆は坂柳アリスではなく龍炎×との勝負を望んだ。この真意を導き出した坂柳は配信者である橋本をわざと見逃しました。つまり勝敗を決定づけたのは坂柳の自爆であったことが説明されました。龍炎は学年末試験での戦いは坂柳に負けたと認めています。だからこそ自信をなくし、自分なんかより坂柳の方が綾小路との戦いにふさわしいのではないかと思っているほどに自信を失っていました。そんな心が弱った龍炎に坂柳が様々なアドバイスを送る姿はまたしても聖母のようでしたね。あなた一人では彼には勝てないということを自覚することが大切と言っていましたが、本当にその通りですよね。自分に勝った。そして綾小路を熟知する坂柳からのメッセージだからこそ、龍炎にかなり影響を与えるセリフになりそうですね。日和が不安視していたクラスの弱点が改善される時が来ましたね。また、坂柳が綾小路に弱点を作るという発言をしていましたが、一体どんな弱点を作るのか楽しみですね。ここも考察の余地がありそうなので、後日配信なり動画なりで消化していきたいと思います。そして、龍炎とのお別れを告げる坂柳でしたが、また今度お会いしましょう。それまでに無様な退学をなさらぬようお願いしますよ。と言って去っていきます。龍炎もまたという言葉に引っかかっていましたが、これはおそらく坂柳が理事長であるお父さんにお願いして学校の出入りを許可するように言ったのではないかと考えています。パパ柳が清隆に対して厄介なお願いをされてしまった。清隆が説得したら考え直してくれるかもしれないと言っていましたしね。厄介なお願いに関してもまだまだ考える余地がありそうなので、後日取り扱っていきたいと思います。3月某日午前10時、空席の王座。春休みに入ってから数日が経ち、坂柳の退学が決まったことによるクラスの状況を把握するべく、清隆は森下と山村に声をかけます。時間になっても待ち合わせの場所に来ず、山村の電話を手がかりに向かった先には、私服を地面にべったりつけながら、虫眼鏡でアリを観察している森下の姿がありました。いや、ここの挿絵が最高に可愛かったですね。服装も含めて。SS を読むとわかるのですが、実はこのシーン、森下はわざと清隆を待たせているんですよね。匂うんですよ、綾小路清隆は。自分たちを使って何かをしようとしている。それに、坂柳アリスからも少しだけ話を聞いていましてね。おっと、これは秘密ですよ。というように、
自分の不思議ちゃん属性をあえて利用しながら、清隆がどんな態度をするのか、どんな仕草をするのか、森下たちにどう接してくるのか、テストをしています。11巻でもそんな感じの描写がありましたね。いやー、森下めちゃくちゃ有能ですよね。見た目が個人的にドストライクなんですが、かなり個性も際立っていて、いいキャラクターですよね。口を開けば面白いやつになっています。また、山村とのコンビが相性最高でしたね。この二人の絡みをこれからも楽しみにしています。今回は消化しなければならない行事が多数あるのにもかかわらず、カブトエビの観察日記で3から4ページぐらい使ってて逆に面白かったですね。なんか森下だから許せちゃいますよね。日記の締め方も含めてバイオハザードの飼育係の日誌を思い出しました。このパートで得られた新たな情報は、自主退学によるペナルティは事情によって変わってくるということですね。今回の坂柳の自主退学は完全な自己都合のため、クラスポイントマイナス300のペナルティを受けました。クラスポイントは約800ポイントまで下がり、クラスの方であった坂柳もいなくなった。そんな状況下で導き出された愛ちゃんコンピューターによる計算。森下たちが A クラスで卒業できる確率は 10% という数字でした。まあ、実際それぐらいの確率ですよね。一体、このクラスはどうなってしまうのでしょうか。3月某日、先回り。カブトエビから数日経った日の出来事ですが、この日までの清隆は卒業生関連で少し多忙だったようです。後書きで衣笠先生もおっしゃっていましたが、尺の都合で泣く泣くカットした部分があるそうです。桐生院の万引き事件騒動からの桐山の伏線が未回収のままだったので、おそらくそれらに関することなのかなと思っています。衣笠先生は春休みのショートストーリー集を出したいともおっしゃっていたので、楽しみですね。さて、本題の先回りですが、教師をクビになる不正を犯してでも、茶柱先生を A クラスで卒業させるのだけは阻止したいという強い怨念のようなものすら感じる星宮先生がメインのお話でした。10時半にみーちゃんたちと会話した清隆は、11時に各クラスの教師である真島、坂上、茶柱を密かに欅モールに招集していました。この際、星宮先生が学年末試験で清隆に接触し、耳かきをしてあげるから勝ちを譲ってよと言われたことなど、不正を行っていたことを3人へ伝え、これ以上星宮先生の不正がエスカレートしないよう釘を刺してもらうための作戦を立てました。教師たちを集めるのに嘘をついた清隆に説教を始めようとした真島先生が秋山さんの情報を人質にされ一瞬で黙り込むシーンが最高に面白かったですね。その後12時に星宮先生とカフェで待ち合わせをしていたのですが、清隆は17分遅れて到着しました。おそらくこれは各クラスの担任との作戦会議が長引いたからではなく、先ほども森下が清隆に対して行っていたようにわざと遅刻することで星宮先生をイラつかせ、星宮先生が茶柱先生に対して抱いている恨みの強さ、執念の深さを効率よく引き出すためであったと考えています。結果的に各クラスの担任は星宮先生が本当に不正をしてでも茶柱先生を邪魔しようとしていたことを知ることになりました。そもそも清隆がこのムードをした理由ですが、星宮先生が自分の予期せぬタイミングで不正を行い解雇され、別の新しい教師が入ってくるよりも憎悪の感情を持ち茶柱先生を倒すためなら協力的になってくれる扱いやすい教師を手元に置いておいた方が後々清隆にとって都合が良かったからでしょう。事前のセリフで公開されていた春休みが終わるまでには必ずのセリフは清隆が星宮先生の考えを変えることでしたが、当たり前のように有言実行する清隆、さすがでしたね。詳しくはまた後で話します。3月30日、清隆は3月30日からの2日間はだいぶ忙しそうでしたね。いやもう春休みずっと忙しそうですけど、この2日間は特に重要なシーンが多かったです。タイムテーブルを作成しましたので一度こちらに目を通してください。というね、こんな感じで大忙しでしたね。ということで細かく振り返っていきます。
3月30日、約束の夜、日和パート。午前8時半頃、石崎からの呼び出しを受けると、そこには大天使日和の姿が。石崎の用事は清高へのクラス介入でした。いやー、ここの無理やり清高と日和を握手させる石崎、本当にナイスでしたね。日和が照れてる挿絵がもう可愛すぎて、もうね、12.5 巻のももちゃん MVP はそんな日和を吹き出してくれた石崎に送ろうと思いますね。そして挿絵のシーンの後で石崎の手が離れた瞬間に日和が清高の手を握る手の力が強まるって描写があって、もうそう、私はこういうピュアな恋愛を見るのが好きなんだなと思いましたね。清高はいろんな女子をたぶらかしまくっていますが、3年生編はどうなるのでしょうかね。日和に悲しい思いをさせたら許さんからな、清高。3月30日午前10時、幻想。ということで、ここでやってきてしまいました軽井沢とのお別れパート。清高の中では付き合い始めた時からの規定路線だったので、あとはその行事を淡々とこなすだけでした。こなすだけなのですが、清高自身、まだ感じたことのない感情が湧き立つのか、期待しているような描写が印象的でしたね。約束の映画が終わり、カラオケに向かう二人、そして、いよいよ別れを切り出す時。ああ、そうなんだ。寸前で気づくことができた。本当の気持ち。別れたくない。清高にもこんな感情が芽生える時が来たのかと感動していたのですが、まんまとミスリードに引っかかってしまいましたね。実はこれ、軽井沢が清高にこう思っていてくれたらいいなという幻想なんですよね。後で読み返して気づいたのですが、140ページの幻想2からは軽井沢視点での描写になっています。実際の清高はどう思っていたのか、150ページには残酷な言葉をいつもと変わらない表情で言ったと書いてあるのみで、答えはわかりませんでしたが、軽井沢は清高の思考をトレースし、指定中だった軽井沢を独り立ちさせ、成長させるために別れるという理由まで全て的中させていました。なのであながち軽井沢の幻想ではなく、実際にそう思っていた可能性もなくはないですよね。3年生編にて堀北クラスが清高と戦う際は、間違いなく清高を間近で見てきた軽井沢の思考のトレース能力が必要になってきます。悲しい思いをさせた清高に一矢報いてほしいですね。さて、軽井沢を振った後ですが、次は腰を振る時間ですね。おっと、口が滑りました。一ノ瀬の解釈の時間ですね。3月30日午後3時、約束の夜。没落してしまうようなら俺が解釈する。いよいよこの日がやってきました。1年前の清高は、1年後の今日、こんな風に会わないか？俺と2人きりで、と一ノ瀬を誘いました。アニメ3期の最終回でも描かれたので記憶に新しいかと思います。さて、本編の話に戻りますが、当日の8時に清高は、15時以降ならいつでも空いてるから俺の部屋に来てほしい、と一ノ瀬にメッセージを送りましたが、未だに返事は来ません。待てど暮らせど返信が来ないので、22時半に清高は一ノ瀬の部屋を訪れます。いやー、SS でね、ここまでの一ノ瀬の心理描写を読むことができるんですけど、清高は見事にコントロールされていて面白いですよね。清高は、俺がお前のクラスに移籍して A クラスで卒業させてやる。ただしその条件は一ノ瀬穂波。お前がこの学校から退学することだ、と言い放ちます。この条件のみなら一ノ瀬は受け入れそうな雰囲気でしたが、清高は、クラスメイト39人の卒業は保証できない、と付け加えます。まあ一ノ瀬の性格なら、これを聞いたら自主退学はしないだろうと踏んで言ってそうなんですけども、まとめると、一ノ瀬が退学、清高が代わりのリーダーになり A クラスを目指す。このままリーダーを続け、憎しみを糧に頑張る。答えは2択に絞られたかのように見えましたが、清高は3つ目の答えを求めていました。俺すら持っていない3つ目の答えを期待してしまっている。一ノ瀬は見事にその3つ目の答え、
1% の答えにたどり着くことができました。この答えは明言されたわけではありませんが、12.5 巻の内容からある程度把握できたので、一ノ瀬が言っていたであろうこの時の会話を推測してみました。綾小路くんは坂柳さん抜けたクラスに移籍する。そして、そのクラスと私のクラスが協力すること。私は綾小路くんの言う通りにクラスをまとめる。可能な範囲であれば何でも言うことを聞くよ。ただし、私のクラスから退学者を出さないと約束して、といった内容だったのではないでしょうか。この思考に至った理由をまとめました。清隆が退学しないが、俺が一ノ瀬のクラスに移籍しろ、と言ったことに対して首を振っていること。つまり、清隆が一ノ瀬クラスに移籍しない。一ノ瀬が退学しない。あるいはその両方を前提とした提案だったこと。3月31日、卒業後もにて、清隆からのクラス移籍の話と何かしらの作戦を聞かされた森下が、この作戦が実現するなら、勝てる確率は最低でも 25% と、4クラス均衡を保った確率を割り出していること。森下が動向を開くほど驚いていたので、どうして A クラスに上がったのにわざわざクラスを降りてくるのか。そして、なぜ他のクラスを裏から支援して自分たちが不利になるようなことをするのかの作戦を聞いていたのであれば納得がいきますよね。普通こんなこと考えませんしね。また、この直前の清隆の今までだってそれに似た状況はあったはずだという発言は1年時の堀北クラスと一ノ瀬クラスの協力関係のことを指しているのではないでしょうか。4月12日、新たなる幕開けにて星宮先生は清隆が別のクラスに移籍することを知っているはずなのに、ジョーカーがこっち側の手札に加わったら、それはまた戦況が大きく変わる。だったら、私にも勝ちの目が出てくるといった発言をしたこと。つまり、清隆と一ノ瀬クラスに何らかの協力関係がある可能性を示唆していますよね。12.5 巻274ページの一ノ瀬の発言。誰も失いたくない。失うわけにはいかないの。一年時から仲間思いの一ノ瀬でしたが、今までで一番重みを感じましたね。清隆が番外戦術で自主退学をさせることで、クラスポイントの変動を狙う戦い方をする可能性も、今の一ノ瀬ならば気づいているでしょう。であれば、協力関係を結んでおかないと、G クラスから退学者が出ることも十二分にあり得ますから、今のうちに手を打っておきたいですよね。以上の理由から、一ノ瀬と清隆は失礼しました。じゃなくて、濃厚な契約関係になったのかなと思いました。いやー、一ノ瀬は没落しないし覚醒するとは予想していましたが、まさかこれほどとは。以前、坂柳のイラストが原作に逆輸入されたことがありましたが、今回まさか一ノ瀬イラストが逆輸入されるとは思ってもみませんでしたね。一ノ瀬のハニートラップに引っかかり、無駄な抵抗はせずに流れに身を任せる清隆にちょっと笑っちゃいましたね。もうここまで来たら一ノ瀬にはね、綾小路くんって顔には出さないけど T-Rex は正直なんだねとか言ってほしいですね。3月31日、卒業後も一ノ瀬の部屋で一夜を明かし、いよいよ坂柳が学校を去る日がやってきてしまいました。こういう時毎回思うんですけど、朝一ノ瀬の部屋から出ていく時とかに誰かに見られたりしないんですかね。それは置いておいて、坂柳の見送りには綾小路の他にも坂柳理事長、山村、森下の姿がありました。清隆から坂柳への遠慮なく言わせてもらうなら、お前は強すぎたのセリフ。もう最高すぎましたね。坂柳も内心かなり嬉しかったのではないでしょうか。テーマは以前から続いている貸し借りの話になりました。このチャンネルでも何度も取り扱ってきた内容ですね。坂柳からの要求は何やら2つあるとのことで、キスを要求してくれ。頼む。キスを。と思っていたら本当にキスと発言してめちゃくちゃ嬉しかったですね。私は2年生編12巻が発売した時から頼む清隆と坂柳キスをしてと祈っていたのですが、父と友人の前ではさすがに厳しかったですね。そんなことは分かっていての冗談だったんですけども、軽井沢と別れたことを話した時にまたキスを要求してくるんですよね、この子はね。冗談とかじゃなく絶
対にしてほしいやつですよね。父親と友人が近くにいようが関係ない。清隆を困らせる発言をすることで相手がどう対応してくるかを最後まで観察している。あわよくば本当にしてもらえたらハッピーって感じですよね、絶対。衣笠先生、どうかこの時の坂柳の心情を綴った SS をお願いします。本題に戻ります。坂柳からの要求は2つありました。清隆が学校を去った後も坂柳と再会すること。橋本の1年間を見て白黒の裁定をすること。前者は清隆自身ではどうにも決められないことかもしれませんが、坂柳からの今ここに立っているあなたの人生は他でもないあなたが決めることです。という言葉は良かったですね。最近坂柳がお母さんに見えてくるシーンが多いですね。後者のセリフは実際橋本の裁定をお願いしているのは間違いないと思うのですが、これは言い換えれば私のクラスをお願いしますねとも受け取れました。最後はハグをしてお別れでしたが、近い将来外の世界でも坂柳と再び会える、そんな確信めいた予感があったということで、坂柳推しの皆さんへの最高の伏線を最後に清隆がくださいました。期待して待ちましょう。坂柳のこれからの1年は非常に気になりますよね。学力のレベル的にも0巻で出てきた4期生ナンバー2の四郎が転入先の学校にいてもおかしくはありませんよね。ぜひとも坂柳のスピンオフを出してほしいですね。坂柳が去った後、坂柳が残した助言として、先ほど少し触れた清隆のクラス移籍等の話を山村森下に説明します。森下も綾小路を徹底的に疑っているのがいいですよね。ただクラスの立場的に危険を承知でも行動した方が最善といった感じで物事を俯瞰して全体を考えられています。しかも面白い。最高です、森下。山村森下が早速清隆のクラス移籍の下準備を進めようとした時、1年生の根岸が突然ラブレターを持って綾小路の元へ。中には N のイニシャルと電話番号が。これはね 100% 南雲ですね。2年生編7巻にて清隆はラブレターを間接的に南雲に渡しました。その時の仕返しということなのでしょう。またこの間の一悶着のお礼とでも言うつもりかという群は、衣笠先生が泣く泣くカットした南雲と桐山の騒動のことでしょう。連絡はおそらく1年後というのも卒業後ということになるので、南雲で間違いないと思います。親と子、子と親。激動の3月も終了し、とうとう清隆の三者面談の日がやってきました。発売前に木島、高円寺、厚臣の挿絵が公開されてワクワクしていた人も多いのではないでしょうか。ここも今後に関わってくる重要な出来事が多かったので、丁寧に解説、感想を行っていきたいと思います。茶柱と厚臣を交えた三者面談は大方の予想通り茶番劇だったので省略させていただきます。茶柱との面談終了後、厚臣と清隆の会話が描かれますが、厚臣は八神や天沢を気にする清隆を見て感心していました。確かに0巻でホワイトルームでのカリキュラム脱落者に対して冷酷な態度をとっていた清隆ですから、この学校に来て少しずつ人間的な感情が成長しているのは間違いないでしょう。清隆はこの後下位クラスに移籍することを厚臣に伝えました。これがこの後の話し合いで生きることになるとは。厚臣の今日のメインの目的は高円寺コンチェルンの社長、高円寺六助のお父さんに会うことでした。妖実0巻で判明した内容ですが、木島は市民党に在籍しており、その市民党を支援しているのが高円寺コンツェルンになります。0巻は妖実世界で大切な話や清隆の過去は詳しく見ることができるので、ぜひとも読んでほしいのですが、現状手に入れるのに6000円ほどかかってしまったりもするので、そこまではちょっと手が出せないよという方は YouTube に上がっている0巻の解説動画だけでも目を通していただきたいですね。私自身はまだ0巻の解説動画は作成していないのですが、もし要望が多かったら私なりの解説動画も作ろうかなと考えております。本題に戻りますが、厚海はもともと市民党でしたが、直江の裏切りもあり、政治家として成り上がっていくことは事実上不可能となりました。しかし、妖実2年生編8巻にて、直江の死去が報道されました。これにより、厚臣が政界復帰するかもと思っていたのですが、
やはり政党を変えて政界にカムバックしてきましたね。厚臣は高円寺の支援を市民党から共栄党に変えてもらうため交渉しに来たのでしょう。高円寺パパは海外を拠点に活動しているため安易に接触することはできないので、今回の三者面談での来航はまさに千載一遇のチャンスでした。厚臣は高円寺パパ以外にも木島が直接来ることを知っていました。これは月城を二重スパイで送り込んでいたこともありますから、広域の中にまだまだ厚臣サイドの人間がいるということでしょう。そろそろ石上くんの活躍も見たいですよね。木島、高円寺、厚臣の3人のやりとりは常に緊張感があって面白かったですね。今回の最大の目的、綾小路厚臣という人物の印象を高円寺パパに刻むことは達成されました。そして木島の清高に対する評価が高く、厚臣から息子はクラスを移動すると言っていたという話を聞いた高円寺パパも息子同士を戦わせることに興味を持ったようで、清高がクラス移籍をした場合は六助は今のクラスで A クラスを維持したまま卒業すること。でなければ本当の自由は認めないという伝言を坂柳理事長に託しました。これすごくいいですよね。六助は条件が整わないと絶対本気を出してくれませんから、父親からの縛りが発生したのは非常にありがたかったですね。加えてクラス移動を禁じられました。六助はコツコツポイントを貯めて最後に A クラスに移動する計画を立てていたので、その作戦は実行不可能になりましたね。しかし貯めたポイントは無駄になることはないと思いますので、清高が六助に本気を出させる挑発として何らかの試験などでみーちゃんを退学へと追い込み、その時の救済のためにポイントを支払うかもしれませんね。息子同士の対決が実現する可能性が高まったことで、厚臣はある提案をしました。清高が六助に勝った時は、厚臣と高円寺パパが二人きりで話し合いをするというものです。高円寺パパも快く引き受けてくれました。前々から3年生編は綾小路対高円寺が見られるのがとても楽しみでしたが、こういった学校の外にも勝敗の影響が出そうな契約は対決に深みが増すのでとてもいいですよね。いやー、3年生編はいろいろと楽しみな展開が目白押しなんですけども、私は高円寺対綾小路が一番楽しみかもしれませんね。三者面談の話はここで終わりません。12.5 巻とガイドブックの連動購入特典についても話していきます。この SS の内容は、清高という化け物を育てたお父さんを見てみたいという共通の欲求を持っていた鈴音と龍炎が厚臣に接触するお話でした。厚臣は龍炎のことを初めて見る様子でしたが、あれが演技なのかどうか気になるところですね。とはいえ迫力のある厚臣に対して決して物おじせずにずかずかと質問をぶつける龍炎はさすがでしたね。この精神力の強さと言いますか、先ほど木島高円寺の2人に対しても決して動じなかった厚臣と重なるところがあり、やはり誕生日が同じなだけではなく、綾小路と龍炎にはまだ何かあるんじゃないかと疑ってしまいますね。そして最後の一文、これが堀北鈴音と綾小路厚臣との初めての出会い。両者は当然まだ何も知らない、将来必然の再会を果たすことになることを。ということで、何ですかね、このワクワクが止まらない分はね。この必然の再会に関しては、今度皆さんと考察会配信をやりたいなと思っておりますので、皆さんいろいろ想像を膨らませておいてください。4月上旬、お祝い。午前11時、堀北からの呼び出しを受けます。軽井沢に振られた話も櫛田から耳にしていたようで、顔色を確かめたかったようですね。いい性格をしておりますね。まあコーヒーをおごってくれているので、堀北なりの励ましも兼ねているのかもしれませんね。A クラスには昇格したものの、前園の退学もあり、クラスの雰囲気はあまり良くありませんでしたが、ある程度時間が経った今、改めて昇格祝いをやろうという提案を持ちかけてきました。こういう提案ができるようになったのも堀北の成長を感じますね。祝勝会の日時と場所が決まった後、解散の流れになりますが、俺は晴れてフリーになったことだし、恋人候補としての名乗りを上げるかという清高の冗談めいた一言から、堀北が清高を異性として意識し始めてしまう。いや、
もともとあったその感情に気づいたというべきなのでしょうか。普通であればこの後の2人の恋愛を応援したいところなのですが、読者側は清高のクラス移籍について知っているので、これはまた残酷ですよね。4月上旬、約束の夜、一ノ瀬クラス会合編。完全復活を遂げた一ノ瀬はクラスの一部のメンバーを集め、学年末試験以来引きこもり、返事もろくに返さなかったことを謝罪します。ここで転述した清高との契約についての話し合いが行われたのだと思われます。清高のことが好きでたまらないんだという話もみんなに打ち明けていましたね。それを聞いてどんどんメンタルを壊されていく柴田がとても可愛かったですね。不適された神崎への一ノ瀬の対応がとても良かったですね。あの様子ならね、神崎も掌握できそうな感じでしたね。今後どのようなクラスへと変化を遂げるのか非常に楽しみになってまいりましたね。4月9日金曜日、目標。場面は堀北クラスの昇格祝いのシーンになりました。堀北と同じクラスメイトとしては、ここが最後のシーンでしたね。堀北とのやりとり一つ一つがとても切なく感じました。清高に3年時の目標を聞かれた堀北は、自分を信じること、そしてクラスメイトを信じること。かしら。そうすれば私たちは必ず A クラスで卒業できるはず。と発言しました。公式サイトで未回収だったセリフを堀北が最後をきれいに回収していくんですよね。衣笠先生本当にすごいですね。この後の清高と堀北が2人並んだ挿絵からの次のページでは清高の姿が消えている描写。12.5 巻で一番切なかったですね。ノベルゲームの差分のようでとてもいい表現でしたね。堀北から清高に思っている気持ち。お願いを打ち明けた時に彼の姿はもうない。どことなく無人島試験の時のシーンを彷彿とさせますよね。4月12日月曜日、新たなる幕開け。この章はとうとうこの日が来たかという感じでずっとワクワクしながら読んでいました。清高からの説明を受け、すっかり心を落ち着けた星宮先生が茶柱を煽り倒していき、状況が飲み込みきれてないところで職員から清高のクラス移籍の説明を聞く茶柱。このシーンは表情を含めて本当にアニメとかで見たいですよね。いつか見れる日は来るのでしょうか。茶柱に情報が漏れないようにするため、清高の新しい担任である真島も当日非常に驚いていたのが印象的でしたね。山村、森下が下準備を進めていたので、クラスメイトたちはそこまで驚いていないようでしたね。入学当初、大失敗した自己紹介も今回は大成功。清高の成長と今後への期待でうるうるしてしまいましたね。準備は完全に整った。この新たなクラスで、俺の最後の1年間が始まる。ということで本当に全ページ読み応えがあって最初から最後まで興奮しっぱなしの妖術2年生編 12.5 巻最高の2年生編の締めくくりだったと思います。予定では来年の3月頃から何か動きがあるみたいですが、ひとまず2025年1月24日に公式 X の方から何か発表があるみたいなので期待して待ちましょう。また2年生編完結記念ということで、妖術2年生編で一番面白かった巻や今まで妖術の試験や行事で一番面白かったものを調べている最中です。年末には動画化したいと考えているので、お時間ある方はぜひ回答していただけると幸いです。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからの回答をよろしくお願いいたします。皆さんの 12.5 巻に関する感想もぜひコメント欄で聞かせてください。2024年も間もなく終わりですね。妖術を皆さんと振り返る配信なども実施予定ですので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると幸いです。また、この動画面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひグッドボタンも押していただけると助かります。最後にお知らせになります。妖術好きが雑談や考察し合える脳育成高等学校の面言ディスコードも絶賛メンバー募集中ですので、ご興味のある方はぜひともご入学をお願いいたします。それではまた次回の動画や配信でお会いしましょう。またね。